皆さん、こんにちはゆっくりレ夢ムです。皆さん、こんにちはだぜゆっくりマリサだぜ。今日は、クレオス熊本城、エピソード2だぜ。前回から修正した箇所を紹介するよ。屋根瓦の漆喰を2回ほど挑戦したんだけど、汚くなって、上手にできなかったよ。屋根瓦の漆喰を本当に上手にできる人がおられるが、一体どんな道具でどうやってるんだろうか？結局屋根瓦の漆喰は一旦諦めることにしたよ。お次は石垣だ。ガンダムマーカーで墨入れしたけど、消しゴムで削りすぎてしまったよ。で、今一度墨入れし直したぜ。大味だけどこのくらいくっきりしていた方がいいかもね。遠目に見たらいい感じだぜ。外観は全体のバランスやサイズも意識しないとだね。では、今回は大天守の1階の作事と行くんだぜ。こちらは、大天守1階の腕木だ。熊本城大天守の腕木は特徴的だからね。しっかりと塗装しないと。ああ、白を拭いてから、専用塗料の白の漆喰色で筆塗りしたぜ。大天守の1階の外壁は石垣からはみ出している格好になるんだよね。ああ、他にも1階が張り出している天守は萩城や中津城があるな。もっとも萩城は石落としで、中津城は模擬天守だがな。仮組みしてみたよ。1階床は板敷きでなくて畳敷きなんだな。その辺もしっかりと再現していくよ。早速、塗装だな。エアブラシの調子が悪くて、スプレーのマホガニーを吹いたよ。結局また専用塗料の白の柱色を上塗りするんだけどね。この専用塗料、白、は在庫品のためかわからないけど、エアブラシすると、ヒゲが出てしまうんだ。糸も引きやすい。希釈の割合が難しかったよ。画像もまだ仮組み段階だな。おおむね、看合はいいみたいだよ。完成後も内部構造物が見えるようにしておくために、接着するところと、接着しないところがあるから要注意だよ。こちらは床を畳色で拭いてみたぜ。畳の縁の畳べりはガンダムマーカーの緑で、定規を当てながら引いてみたぜ。はみ出したところは消しゴムで消せるぜ。上手ではないけど、手順としてはこれでいいはずだよ。また、仮組みか？ここからは、マスキング地獄が始まるんだけど、なかなか手がつかなくて。マスキングと塗料はとにかくたくさん消費するモデルなんだぜ。大天守の入り口が付け櫓で昔は5点に直結していたらしい。付け櫓の2階からも大天守の1階への入り口が開いているんだぜ。ようやくマスキングを完了したよ。梁や柱は2ミリ幅のマスキングがぴったりだよ。壁にはそれぞれ裏と表があるから、裏も表もマスキングだよ。うまくいくといいんだぜ。塗装も柱と梁の色、漆喰壁の色、木戸の色と塗り分けてみることにしたから、1回目のマスキングで漆喰色を拭いて、乾いてから、2回目のマスキングをかぶせるよ。めちゃめちゃ億劫になるな。休みの日を活かしてなんとかやってみたよ。この画像の漆喰色が乾いたら、その色を残すとこにまたマスキングだな。塗料の量も膨大で、コスパを考えて、初めてダイソーのスプレー塗料を使用してみたよ。じゃあ、漆喰色ではないんだな。残念だけど。これは木戸の塗装だな。柱の色とは分けるために、木管パン色を使用してみたよ。なんとか塗装が完了したぜ。マスキングしてもはみ出していたら、タッチアップするしかないね。ところどころはみ出ているが、まずまずじゃないか。上のゴミは剥がしたマスキングだよ。苦労が見て取れるぜ。またまた仮組みか。なんかついついやっちゃうだけなんだよね。はみ出たところのタッチアップと障子窓のエナメル塗装も残っているだろ。もちろん、やるます。こちらの階段は2階に上がるもので、1は付け櫓に近いところにあるんだぜ。いよいよ組み立てか。大天守の1階の扉は取説上、木戸なんだよね。小天守の1階は襖という設定になっているよ。今回の動画は大天守側だけなんだぜ。だいぶ完成してきたかな？最後に1階の天井に梁を通すよ。おお、なんとかできたな。
この針は実は一部品で上から被せるだけになっているから楽ちんだったよ。うまく設計されているな。まだまだ先は長いけど、長い目で見ていただけたらありがたいんだぜ。忘れた頃に動画が上がっているみたいな感じで申し訳ありません。ところで、付け櫓と大天守の噛み合わせがどう見ても設計ミスっぽく見えるんだよね。さらには石垣に付け櫓を挟み込むんだけど、ヤスリで削らないと入らなかったよ。まあ、なんとかなったじゃないか。1階が一番面積大きいので大変なのではないかと思うよ。そういう意味ではあと小天守の1階も次回やってしまえば、あとは徐々に楽になってくるかもな。慣れも出てくるだろうからね。おお、なんだかんだまずまずの出来じゃないか。今日もお城築城動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本当にありがとうございますなんだぜ。